それでは続いて3部の話をしたいと思います。3部は簡単です。私が一部でこういう話をしました。1人当たり国民所得$3000以上、人口1500万人以上ならデジタル漫画界が誕生でき、1人当たり国民所得$1万以上、人口500万人以上なら出版漫画界が強力に誕生することができるが、しかしこの全てはある条件が満たされる未来では申し上げた条件さえ必要ないかもしれない。その条件は何かというと、グローバル漫画プラットフォームが誕生した時です。これは必ず説明が必要ないんじゃないですか。はっきり理解できませんか？そうなんです。グローバル漫画プラットフォームが誕生すればいいのです。ある仮想の国があるとしましょう。人口は200万人。1人当たりの国民所得は$2000です。こんな国があるとしましょう。スマートフォンは普及しています。そして新聞紙もあるし、カレンダーもあるし、ボールペンや鉛筆もあります。この程度の条件です。こういう国があると考えてみてください。この国は漫画界が誕生するのは簡単ではありません。しかし、グローバル漫画プラットフォームが誕生すれば、当然市場が世界です。平均1人当たり$2000を稼ぐところが市長ではありません。全世界の人々がターゲット読者じゃないですか。この条件なら誕生が可能です。カレンダーもあるし、新聞紙もあるし、ボールペンもあるし、鉛筆もあるから漫画界が誕生するかもしれません。ではこの国の人々は何の話をすることができるでしょうか。自分の国の文化の話、私と私の家族の面白い話、こんな話だけでも話すことが多いと思います。1人当たりの国民所得が$2000だとしても、人口が2000万人の国でも、皆さんの国の文化は美しいからです。皆さんの文化は面白いからです。なぜならあなたの文化は世界に紹介する価値があるからです。皆さんは美味しいものを食べていて、楽しく過ごしていて、興味津々な何かを知っているからです。皆さんの人生は価値があるからです。1人当たりの国民所得が$8万になってこそ価値があるのではありません。皆さん、価値はむしろ$8万よりも価値があるかもしれません。良い文化を持っているのです。間違いありません。いい文化を持っているのに、ただ1人当たりの国民所得が少し低く、人口が少ないだけです。グローバルプラットフォームを考えると、世界を席巻する可能性があります。十分可能です。完全に理解できますよね。反対意見をおっしゃっていただけますか？反論するあなたは悪魔です。私の言う通りです。そうですよね。ここが終わりではありません。これを逆にして考えてみましょう。この貧しい国の石油は出てきません。農産物もあまり栽培されません。産業インフラもあまりありません。紙や新聞やボールペンのカレンダーなどのインフラは存在します。これは漫画界にとって重要なインフラです。私の人生がこれを証明しました。このインフラストラクチャはありますが、そのような他のインフラストラクチャはありません。貧しい国と呼ばれる国です。何をすればこの国は豊かになれるだろうか。こういうことを考えてみましょう。グローバル漫画プラットフォームがこの国を漫画の生産基地として使います。あ、ディレクターさんが聞いてすぐに歓声を上げました。いかがですか？この国の人々の主な職業が漫画家になるようにすれば、農産物の栽培もないし、産業インフラ、石油もなく、けれどこの国は1万人の漫画家と10万人の漫画スタッフが存在する。聞いてみてどうですか？雇用創出にもなり、
経済発展にも役立ちそうですね。そうですよね。これがその国に与える影響を考えてみてください。人口と国民所得が小さければ、この国が漫画の IP を大量に持っていても、その国の映画・ドラマ産業が大きく発展するのは簡単ではないかもしれません。不可能ではないと思います。文化で不可能はないが優しくはないでしょう。しかし、なぜあえてこの国で作られる漫画をその国でドラマにする必要があるのでしょうか。ハリウッドで作ってはいけませんか。 IP を輸出すればいいじゃないですか。この国は超強力な世界の漫画生産基地です。漫画界のスパルタなんです。この国の人々は幼い頃から漫画を熱心に描きます。新聞紙さえあれば誰でもできます。世界的に大ヒットする漫画の漫画家が約1000人ほどいます。 IP が毎年何万個も出てきます。それで世界各国で映画、ドラマ、アニメーションを作ってゲームも作ります。今度は他の国があると考えてみましょう。ものすごく経済的に復興して人口も多いです。いわゆる豊かに暮らす国です。幸福指数も高い国です。デジタル漫画がヒットするには週刊誌がたくさんあるべきだと申し上げました。この国の人々は大変な週刊連載をどれくらいできるでしょうか。手書きの頑張って描いた作品をその国の背景、風景、服、食べ物、アクション、メカニック、その国の人々の想像力を盛り込んだ几帳面で誠実な作業で作られた週刊連載作品をどれくらい作ることができるでしょうか。そんなにたくさん作れないと思います。しかし十分に産業的に意味があるほどたくさん作ることが簡単なことではないかもしれません。不可能はありません。文化だから不可能はありません。簡単じゃないかもしれません。週刊連載はとても大変でできません。そういうこともあります。でも週刊連載は2000作品くらい必要なんだけど、そういう時はこの国の人々はストーリーを書いて企画をして編集をして、作画は漫画生産基地、先ほど申し上げたその国を送る。これはいかがですか。この先進国の漫画産業の発展をこんな風にすることもできるのです。漫画は漫画の生産基地である私の国に送ってください。私たちは真面目な作画家たちと漫画家を大量に保有しています。ストーリーと資料写真だけください。私たちが描いてあげます。代わりに著作権は 60% は受けなければなりません。作画を担当したんですが 60% はもらわないと。こんなプランどうですか。申し上げたように漫画のスパルタが存在するとしたら、つまりデジタル漫画プラットフォームが誕生すれば突然既存の条件が全て変わります。さらに不可能がなくなるのです。こんなことができるのにしない理由がありますか。じっとしている理由がありません。待つ理由もありません。早くこんな世界を迎えたくありませんか。お互いに順番に最高の面白い漫画が作られて、全世界の人々が作り出した IP がものすごく吹き出して、こんなの見たくないですか。不可能はないということを証明したくありませんか。政治的な問題や経済的な問題は漫画を止めることはできません。なぜか政治的な問題と経済的な問題はもともと文化を防げません。文化は弱いですが決して負けません。文化は決して負けません。政治より弱く経済より弱いが負けません。その負けない定数がまさに漫画、コミックスです。戦争が起こっても我々はそれを行うことができます。私たちはお金がなくてもできます。軍事政権下でも我々はできます。私たちはブリキータと化学物質しかなくてもできます。この時間以降、皆さんは私が申し上げたすべてのことに対する末裔です。だからこそ皆さん、私の国はダメだと考えないでください。私の話を信じてください。可能です。しかし国家で漫画センターを建ててあげるともっといいですね。漫画事業をするところが投資を受けて埼玉でジャパンビレッジを作ったらどうでしょうか。ぜひやってください。
こうやって3部作の映像を作ってみました。映像を最後まで見てくださってありがとうございます。